はい、皆さんこんにちは。ミニッツ開発リーダーの岩崎です。今日は、今年になってからですね、レース等少し、復活して始まってますけれども、つい、先日、箱根、神奈川県の箱根園で開催されたミニッツカップの関東大会ですね、あの時の後ですね、すぐ直後なんですけれども、6月29日付でですね、レギュレーションの方に追加事項がありました。で、箱根園の車検の中でもですね、ちょっといくつかあったということで、追加レギュレーションになったんですが、そこら辺をちょっとですね、お話ししたいかなと思います。主にはこのブラシレスのモーターなんですけれども、モーターがですね、構造上、ワンピースにはなってなくて、モーター管と、中のローターがあって、後ろにこのキャップがですね、ついてます。筒に対してローターが入って、後ろからこの蓋、エンドキャップというか、こちらで止まってます。で、製品はこれがですね、接着剤でついてるんですけれども、モーターをですね、分解してる方が中にはいらっしゃるようだということで、一応レギュレーションにもですね、一度分解したモーターは、使用不可というふうに書いてあるんですが、明らかに、開けたであろう形跡がある方がいたということで、今回念のためというか、さらにちょっと念を押してですね、ああいった書き方をさせていただきました。で、具体的には、このケースと蓋の継ぎ目ですね、この継ぎ目の線が見えると思うんですけど、一周あるんですけれども、特にこのコードが入っているこの隙間、ここですね、ここからですね、マイナスドライバーとかでこじったりして開けると、開くには開いちゃうんですけれども、その開けた形跡を見るためにですね、この継ぎ目のところに、モーターのスペックとかをメモする、例えばマスキングテープとか、そういったものを貼らないでくださいねというお願いが今回の追加レギュレーションになります。なのでちょっとこの継ぎ目の部分、ですね、ここの部分に関して、テープとこの継ぎ目が見えなくなるようなものを貼り付けないでくださいというのが今回の追加レギュレーションになります。で、具体的に開けた形跡っていうのはですね、開けた後にですね、こじったところに、例えば金属のこの工具とかでこじると、ここに傷ついたりとか、この各色がついてるアルマイトですね、アルマイトが剥げたりとかしますんで、そういったものをちょっとこちらで判断するのに、ちょっとこの辺を目視で確認できるように、上には貼らないでくださいということになります。はい。これがですね、ちょっと今回主な内容にはなるんですけれども、もともとやっぱりモーターを一度開けたというか、分解したモーターは使えないというふうになってますので、皆さんあれですね、ご購入いただいたモーターは、開けずにそのまま使っていただきたいかなと思います。メンテ等はですね、非分解のまま、このベアリング、前後に入っているベアリングをですね、例えばパワースクリーナーで洗浄するとか、その程度にしていただいてですね、ご購入いただいたモーターは、分解しないで使ってくださいというのがこちらからのお願いになります。はい。以上になりますけれども、ちょっと今回内容がモーターだけで面白くないかもしれないんですけども、レースやってる人には重要な項目になりますので、ぜひレギュレーションをですね、ご理解いただき、そして守っていただき、楽しくレースをやっていただければなと思います。